豚大根で、これあれですね、750弱、750強って感じだな。うなぎ炊き込みご飯。みんな炊き込みご飯好きなんですよ。なんで夜中からやるのってよく言われるんですよね。だから一番そこがお金がかかるところじゃないですか。人件費っていうですね。であともう一つは今一番楽しいところですよね。結局作るのがですよね。一番作るの楽しいところなんで、まあその楽しいところは頑張って一人でやるしかないなみたいなね。なんていうんですかね、なんか物を茹でるとかあるじゃないですか。ひたすら1時間40分ぐらい茹でてたりだとか、本当にこの魚も結局何回って6時間ぐらいかかってますもんね。よしと。基本的にコストが合わない。自分で仕込んでるんですね。学校給食作ってる友達とかいるんですけど、日曜日も作ってんじゃんお前、一人でお前一人で作ってんじゃんみたいなこと言われるんですけど、そういうのが現地にいる。はい、であと醤油と塩とブラックペッパーと塩濃い口醤油ブラックペッパーオールスパイスで、これで玉ねぎ入れるみたいな感じですね。これドライパン粉ですね。まあ朝だいたい12時前11時40分ぐらい、まあ、夜中未明ですよね、起きて、でバイクその三輪車乗って店に来て調理をして、それでまあ結局8時ぐらいまでスタッフ来ないんですよね、誰もね。で途中で仕入れ行ったりとかしてまた戻ってきて、でひたすら調理をしてスタッフが来て盛り付けをして開店になって、
で閉店になって、そこから野菜切ったり仕込みをして、でそれからあれです、掃除をして最後帰って、で遅い時帰るのが遅いと8時ぐらいになってみたいな、もうあれですよ、本当にそういう時は2時間とかの世界で、一応目標俺4時間寝ようと頑張ってるんですけど、今3時間4時間、途中でこの頃やっぱみんなスタッフ優しいんで、ちょっと休んでってくださいよとかって裏でちょっとこうカットするんですけど、10分とか多分そういうの足してもうって感じですよね。回転するじゃないですか。回転してスタッフがいる時とかもう裏でずっと野菜を切ってて、忙しい時間にこう表出て弁当ガーって一気に売ってみたいな、そんな感じですね。もう全然うち秋田小町なんですよ。もうブレンドでも何でもない秋田小町使ってみたいな。でずっと今まで一目惚れ使ってたんですよね。だけどやっぱちょっと手に入らなく、安定して手に入らなくなって、それで秋田小町に変えたんですけど、ちょっとまた一目惚れに戻そうかなみたいな感じ。いや高いですけどね。でもやっぱりなんだろう、やっぱ一目惚れ使ってた時、秋田小町もそうですけど、結局ご飯って炊きたてって何でもうまいじゃないですか。割とこんな言い方したら失礼ですけど、大抵すぐって割と何でも食べれるですよね。だけど一目惚れとかの特にほんと冷めかけがうまいんですよね。お弁当よそって持って帰って、ちょっと湯気が取れてぐらいな時とか、ほんと冷めかけがうまい。だからもうほんとお弁当のためにある米だなっていうふうに思うんですよね。でもあまりにも品不足になっちゃって、やっぱちょっと安定した入荷ができなくなっちゃって。とは思ってます。例えば煮崩れるんで別鍋で下ゆでして。これで大丈夫です。
丼はイベリコ豚のこの生姜焼きと、あとあっちにあった赤色の唐揚げがあると思うんですけどね、生姜の唐揚げがあるんですけど、それを盛り合わせた丼ですね。やっぱなんかこう、やっぱなんだろう、イベリコ豚の方がやっぱ本当脂が甘くてうまいなっていうのありましたよね。これにまだあとあれなんですね、完成させる開店の間際にネギとキャベツが入りますね。もうでもこれも綺麗になくなりますからね。みんなやっぱみんな好きですよね。でこれ里芋ですよね。スープあち機械欲しいですよね。ポコッとあるじゃないですか。ボタンを押すと定量降りてくるやつありますよね。本当は欲しいですよね。いつか買ってみたいですね。多分人間の手の方が早いね、まだ。じゃあ例えば大根を仕入れましたって、もう基本的に大根これをどうやったら使い切れるかなとか、あとは何作りたいな、じゃあ何々買おうじゃなくって、何々買ったけど何作ろうみたいな、やっぱもうずっとそればっかりですよね。夢に出てくるぐらいいつも考えてますよね。お前さん、俺全然よ。米沢牛？米沢牛、牛すじ、はい。ゴーヤ、ゴーヤ。ごぼう炒めに、ほうれん草と油揚げの煮浸しで、煮卵半分。はい。はい。それからチーズ入りハムカツ、スープ、具だくさん、けんちん汁、里芋、しめじ、ネギ、そんなもんですか。惣菜はほうれん草とちくわ。あ、日本酒。そうだ、白だった。あ、ごめん。なんで前に乗ってないの。眠いですね。すんごい今もうみんな来てくれた安心感でなんかこう一気に眠がお弁当、日替わりの方はしっかり食べよう。
箸出てきたからね。どこにあったんですか。もうね。今日はね。見えねえな。まあいっか。とりあえずこんな感じだね。オッケー。じゃあこれが今日の。じゃあ箸に戻すね。はい。これ魚どうします？後から乗せます？今日でかいんだ。今日もでかい。そうですね。そうじゃないですか。米入らなかっ何も見えねえな。米を入れてから最後にこう魚をポンと乗せないと、この状態だと米が入れなくてね。この前もうちょい一回り大きいアジがあったんですね。うちわですよ、うちわ。うちわみたいになってた。はい、そうだ、ご飯のせに行ってみよう。た。ご飯の量も半分です。これで座ったまんまもうほんと一瞬で寝れる感じ。起こさないようにね。汁やばい。起こすな言われてるもんね。そうだ。あれ？
500円でうなぎよく売ってたよね。500円の時うなぎ戦場でしたけど。戦場だったけど。うなぎ弁当でうなぎ弁当うなぎ炊き込みご飯と。よし、じゃあこれ見本にします。すごい入ってる。いいよね。うなぎが入ってない時です。もう一回自分に問いかけて。本当に入らないのか。歩いてます。歩いた？大丈夫？線からです。線からです。はい。なんでだろう。こんな感じです。はい。おやつは出ないから。そうだよね。じゃあ回転になりそうですね。はい。
弁当を一つ、はい。あとイベリコ豚の日替わり一つください。次の方どうぞ。明日使うのが葉物なんで、葉物は傷むから明日朝やるですね。結局うとうとしてる時以外はずっと手を動かしてる感じですね。せーの。大丈夫？これ以上。本日うなぎの炊き込みご飯です。はい、日替わりです。持っときます。なくなります、全部。なくなる予定です。お魚とかも全部なくなる予定です。何時ぐらい？12時半とか1時ぐらいかなって思います。ありがとうござ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 います。3500円です。いらっしゃいませ。どうぞ。はい。まだまだ。今洗ったやつでこんだけ。ここで仕込みをしないと本当終わらないみたいなね。なんかこうなんかちょっと自分の中ですごい葛藤があったんですよね。で本当にいいのかなって100円値上げすることが。それで材料の品質を落として値段を維持した方がいいのかなとかいろんなこと悩んだんですよね。だけどやっぱ品質を落とさずにそのままやっていくことしたら本当にもう限界まで来てたからって感じですよね。でもブレンドでも何でもいいですよ。お米の形してればいいから持ってきてって言えば大丈夫だと思います。でもやっぱそれはしたくないし弁当屋ですもんね。結構だからお米をなんかいい加減にしちゃうと結構きついと思うな。でもやっぱ世の中この頃変わってきてるなって常に思いますよね。日替わり弁当。日替わりお願いします。汁、はい、850円です。日替わりと魚、お待たせしました。日替わりでしたらどうぞ。魚一つ。はい、日替わり。大盛り。